元気だなお前。下かな。下が長かった。2時31分にお家を出発し、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、奈良、ひたすら高速を西に進んで7時間、室生ダムに到着しました。これから釣りをするので、船屋の事務所前にある自動販売機で遊漁券を購入。これが券でこれを返すと。ここから釣り旅土屋直人さんと合流して室生ダムを案内していただきます。よいしょ。春はここまで水あるんで、ここまであるんですね。みんな今のうちにポイントの草刈りして今日竿を出すのはあのワンドの一番奥だそうです。歩く。斜面を降りて残るは平らな道。ただただ距離があるだけだと思っていたらまさかの出来事。これ長くつないと無理でしたね。ああ、やっちゃった。やばい、やっちゃった。助けて助けられない。もう手遅れだ。ごちそうさまです。サービスショットやサービスショット。あ、ちょっとサービスショット引っ張りましょうか。サービスショットああ、どこ行ったら。ああ、いや、抜けた。よかった。いい動画撮れました。ちょっと撮らせていただきました。ポイントを聞いて釣り台を出してみましたが、足場が緩いので反対側を向きます。差し入れいただきました。おお、しみる。とりあえず座ってみましたが、準備で立ち上がるたびに足がどんどんはまってしまうので、これは厳しいと判断。土屋さんに別のポイントを案内していただきます。足場は良さそうって言ってもそれなりに険しいですが、軽やかに降りてきた土屋さんに対して利根川どんな状況でしょうか。こんな状況です。ここで速報です。反対側、さっきまでいた場所で銀閣のおっちゃんこと佐藤さん釣ってます。ヘラブナ釣ってます。竿は月光強し15弱。ああ、竿パッコンやっちゃった。15尺。ちょっといつもと違うのでボディを9センチにしましょうか。ボディ9センチのパイプトップ。今日はギガリフトの15号でいきます。ここが50センチ巻いてあるんですが、60センチを使いたいので、こっちの袋に入った小分けにしたこいつを使います。コンパクトタオル給水。よし、ゴミは必ず持ち帰りましょう。よし、じゃあとりあえず1投目よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、室生ダム1投目。餌のブレンドはマッシュポテト400、水を420くらい入れて吸水させてからマッシュ団子100で60回くらいボールの壁にこすりつける感じで浮きが沈む具合を見ていきます。今回は底釣りではなく中釣りなので、ギガリフト15号を上45センチ、下60センチの段差15センチです。いい感じで浮きが馴染みました。浮きが沈みきったら回収、沈みきったら回収、ひたすら餌を投入し続け、なんとなく浮きが動いたら待ってみたり、ハリスの段差分浮きの位置を上下にずらしてみたり、あとは餌を小さくつけて反応がなければ元に戻す、そんなことを1時間半繰り返していた頃、浮きの横に泡がポコッと出てきました。鯉みたいに大きいブクブクブクっとした泡ではなく、プチッと小さめの泡だったので、これはもしや
選ぶのでは。カメっぽいな。カメっぽいな。あー、カメだよはい、カメさんががっぽりと食っています。ギガリフト15号をがっぽり加えています。動きの正体はカメ。その後ピタリと反応がなくなってしまいましたが、なんとなく魚っ気を感じて待っていたら動きました。あー、空振りが出た。空った初めて。今考えるとマッシュの中だったらもっとバンバン打っちゃってよかったなと反省中です。空振り。対岸では今回一緒に行った田辺さんも釣っていて、焦る。慣れてないうちってうまくいかなくてもどかしいですよね。土屋さんの言うことを聞いて最初の場所でやってれば。利根川のバカ。慌てて浮世カメラに腕がぶつかってしまいました。申し訳ありません。血液が非常に美味しい利根川には夕方蚊取り線香が必要です。蚊取り線香。17時を前にして土屋さんが仕留めます。おお、めっちゃ引く。分かってるヘラですね。めっちゃすごい太鼓。いや、マジでありますね。おお、いいね。おい。あ、いいですね。おめでとうございます。いやー、いいな。そうですね、40超えてますね。昼ご飯を食べていなかったので、おやつの八つ橋を食べて栄養補給。土屋さんに餌を調整してもらいましたが、今回教えてもらった餌はマッシュ団子のザラザラがなくなるくらいおし練りしちゃっていいそうです。最後に手水で柔らかくするのがポイント。はい、気づけば真っ暗。魚っ気はあったのにうまく釣れませんでした。初日は終了です。近くにあったトマト&オニオンで晩ご飯。おはようございます。名張プラザホテルから室生オートキャンプ場へチャレンジカップに参加します。銀閣の佐藤さんから新製品のビッグバッグ試しに使ってみると言っていただいたのでお借りしました。荷物を詰め替え中。今年は銀閣ブースが出ていて SLP の大迫さんがその場で点検修理をしていました。テントやバッグマルチポールも展示していたので見ていた方も多かったようです。お借りしたビッグバッグ、竿ケースを除いて全部入りました。利根川の朝ごはんも全て入ってます。受付を済ませて名前が呼ばれた順にポイントへ向かいます。昨日入った場所に向かってますが走る方向が決まっているのでめちゃくちゃ遠回り。パパッと用意して向かいます。今は身軽、超身軽。ロッドケースにバッグ。ここ登ります。気づいたら大会が終わっていたんです。寝てたのかな、釣りしてないのかなよいしょ。はい。翌日は菊水で釣りをするので和歌山に移動して根室温泉国分屋で一泊ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。とはいきませんよ。さあ行ってきます。ちょっと滑るので釣り台と竿ケースを持って
担いでます荷物を。来た来た。本日のポイント、事務所下ちょっと左。関西遠征4日目、このままでは終われないでしょう。室生ダムおかわりください。室生ダムの美味しい水。今仕掛け出したんですけど、道とここがヘロヘロしてるんですね。いつもだったら使っちゃうんですけど、今日はこれダメだな。これじゃ仕掛け作り直します。1投目は飛ばして反応のあったシーンから。若干減水したり雨で増水したので、いろいろ状況が変わっていますが、一昨日はこの辺りでも釣れていたらしいのでワクワクです。でもマッシュを投入し続け1時間、疲れました。この空振りから40分ちょい、変更グラスをかけてみたら動かぬ浮きがよーく見えます。反応が全くありません。少し竿を短くしてシマノ宝生18尺から大和月光強し16尺です。浮きが雰囲気ある感じで馴染んでいきます。合わせ遅れちゃった。ただまあ反応があったのは確かなので、気分を切り替えて次です。次18尺の時は下張りで水深を測って、そこから30センチ上くらいを狙っていたような気がしますが、16尺にした時一気に水深が浅くなったので、最初は中でやっていましたが、下の餌がそこにくっつくくらいの感じにしちゃいました。現在の水深は約1本、ハリスの長さ込みで 1.5 メートルくらいでしょうか。血が出てるの。やっときました。見てください、上顎にがっちりギガリフト16号がかかってます。長さはそうでもないけどめちゃくちゃ綺麗だ。わかりますか、この対抗。41、41です。尺感は全然ないけど41、かっこいい。やった。室生の41が釣れました。41かっけー。41かっけー。よいしょ。はい、よいしょ。ありがとう。また大きくなって連れてくれ。また来るよ。今朝初めてお会いしたおっちゃん、魚をかけてます。今の時間は12時ぴったり。私のヒットが11時25分だったので、ちょうどお昼試合でしょうか。結構いいサイズとのことなので歩いて向かいます。1本ですか、浅いところ。かっけ。45センチはないようですが、すんごく体高のあるかっこいいヘラバナでした。おめでとうございます。44
風が強く吹いてきたなと思ったら、すぐに雨がパラパラと降ってきました。パラつく程度なのでまだマシですが、それよりも辛いのは風です。ギラギラと反射する水面のせいで浮きが全く見えません。つい5分前までは見やすかったんですけどね。来たぞ来たぞ、雨で来たぞ。擦れてんのか。上がってこない、上がってきません。でも食ってそうな感触だよな。うわ、鯉だ鯉か。鯉さん、これ、いや、鯉です。鯉が食っちゃって。鯉さんが食ってました。下張りをがっぽり。鯉よ、鯉。はい、さよなら。ありがとう。向こうの方から雨の音がするなと思ったら、こっちまで降ってきました。これ結構強い雨じゃないですか。道具がいただいたフルーツオレいただきます。懐かしい味。雨はすぐ止みましたが、餌を回収しようとしたら根がかりしてしまいました。何かが沈んでいるのかも。幸いすぐ外れましたが、正体がわからなかったので、試しに上からポイッと投げてみます。ついでに浮きのバランスでも見直すかと思って仕掛けが沈むのを待っている間、スマートフォンを触ります。いやー、実はこうやって持っていかれるのってかなり久しぶりなんですが、答えますね。辛いです。悲しいです。しこたま呆然とした後、17尺は持ってきていなかったので15尺を取り出してつなぎます。ダムの野釣り、地元ではない場所、もう月光剛16尺が戻ってくることはないと思っていました。その件についてはまた動画の後半でやるとして、6尺から18尺まで合計で13本、月光剛が揃っているので AB 型のコレクター気質を持つ利根川としては、間が1本抜けているのは気持ち悪い。中古でもいいから買って揃えようかな。でもな、16尺は出番も少ないし、そんなことを考えていたら、よし、16尺なくなった分釣らないと。よし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 。元気だなお前。ちょっと長い気がする。お次が 41.5。 それほどサイズ伸びず、対抗もさっきよりちょっと小さめですが、頑張っても42にはいかない。
ああ、でも16色が殉職して15に変えたら釣れた。よし、41.5 センチ。ありがとう。感謝感謝。とりあえず特用マッシュをベースとしてマッシュ団子でまとめる餌。これで40紙が2つ釣れてほっと一息です。苦手だったマッシュがまあとりあえずはできるかなくらいになってくれました。あとはマッシュを使った釣りの回数をこなしてレベルアップしていきます。また来たん。どうだ、サイズはアップしてないか。でかいかな。いや、かわいいか。下かな。下な、これは。やった。あ、46ある。46ある。うん、46ある、こっちで。46。やった。おお。いやー。長かった。ありがとうございます。おお。ごめんよ。水がかかった。ありがとう。尺半が出てよかったと落ち着く間もなく雨が降ってきました。上に上がって車までパラソルを取りに行くのが面倒だったので耐えていたんですが、これが失敗でした。4、50分降り続けていたので服は雨でびっしゃり、体からどんどん体温を奪っていきます。その間続けていると突然浮きが消し込んで、黄金色をした大きいお友達と戯れたりしているって言ったってのされちゃったので正体は見えていませんが、田辺さん、人立ち上がってます。お、長さは全然ないですけど、かっこいい。この対抗ですからね。かっこいい。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。室ダムのヘラ。そんなこんなで本日最後の一投です。今回野釣りとはいえ久しぶりに大会に参加させていただきまして、昔は大会とかいろいろ参加させてもらってましたが、どう編集してましたかね。いやー、なんだかいろいろ考えてしまって編集が間に合わず、動画公開が1日遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。利根川はこの前便秘で意識を失いかけたくらいで、至って健康ですからご安心ください。これは最後の一投ということもあって浮きが完全に戻ってくるまで待つ所存です。今の時刻は17時ちょっと前なので、このまま片付けをしたら晩ご飯を食べて、19時過ぎには帰路につけそうです。釣りをして疲れているので休憩をしつつ運転を交代して帰ります。なんだ、すげえちっちゃいね。
ちゃいけどヘラか。マブナだ。マブ。16時50分最後の1頭、餌が全部1頭分ないぐらいしか残ってないんですけど、ラストマブでした。いやー、これが利根川ですよ。マブナさんはこれ食ってなかったのかな、スレてたのかな、ちょっと微妙なんですけど、マブって最後にマブって遊んでくれてありがとう。ごめんねかもしれないけど、なんでもいいや。でもこっち来ちゃった。ありがとう。無料玉ありがとう。さよなら、また会う日まで。ビニールテープもセロハンテープも自己癒着テープもなかったので、シールテープで関節をぐるぐる巻きにして、まるでギプスのようにぶっ壊れたカメラを、カメラぶっ壊れてない、ぶっ壊れた三脚を使ってました。なんとか動画撮影できてよかった。せっかく雨でびしょ濡れになってしまったので、綺麗にふやけた汚れを拭き取りました。最後に事務所の船屋にお邪魔して、これからの目標やバス釣り解禁にまつわるいろいろなお話を聞かせていただきました。じゃあ土屋さんの釣り竹の横に貼らせていただきます。平崎さんに許可をいただいてペタリと貼らせていただきました。そうですね、逆光になっちゃってますけど、いや、貼らせていただきました。最後はトマト&オニオンでロースだったか赤身のステーキを食べ、そこからパフェを食べて栄養補給、そして車も栄養補給、レギュラー満タンにして帰ります。2日目に参加したチャレンジカップでは、後ろで釣り旅の密着撮影をしていたのと、対岸の崖にチャレンジしていった方がいたくらいで、利根川は亀ばっか釣れてました。鯉も釣ってました。忘れてました本当に忘れてました。届いた、ありがとうございます。船屋さん、ありがとうございます。南さん、平崎さん、小川さん、ありがとうございます。月光先生16尺帰ってまいりました。利根川の手元に帰ってまいりました。これは間違いなく私の月光強し16尺です。なぜならば浮きも帰ってきたからです。長さ11センチのパイプトップ、青い無限、帰ってきた。本当に重ね重ねにはなりますが、船屋の平崎さん、送ってくれた南さん、そして竿を流されちゃったみたいだからと事務所に伝えに行ってくれた小川さん、ありがとうございます。感謝しかありません。帰ってきた。いやー、ムローダム楽しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しそうだなぁと思ってくれた方は評価ボタンをポチリと押していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。